はい、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。前回がですね、2階の廊下の床にね、カフェ板を貼って、もうかなりね、ガラッと印象も変わり、我ながらなかなかいいものができたんじゃないかなと思うんですけど、今回がですね、前回も言ったんですけど、廊下のね、この吹き抜けに面するここの部分、今何の仕切りもないんで、今回はここに手すりをね、作っていきたいと思います。それとですね、今回は電気屋さんがね、うちの電気の配線工事にも入ってくれるみたいなので、向こうのね、寝室だとか、ウォークインクローゼット、あと収納庫内の、コンセントの配線だとか、そういったものをね、やってもらいたいと思います。はい、こんな感じでね、今回も頑張っていきたいと思います。やっていくで。ほんなら、ここに手すりを作っていく上で、まず、柱を立てなあかんな。だいたいこの開口のちょうど真ん中ぐらい。このぐらいかな。一回、僕、スイッチを、言っておくとですね、印つけてるんですけど、まず、ここの柱のこっち側、丸つけてます。これ残りで。はい、こっち、ここですね。丸つけてます。これは、ここ。いいですか？じゃあシーリングファンの試運転だけ。はい。お、ピッて言いましたね。これですげえ回りました。結構風来るんだ。これで今日か。つけたもののね、回るかね。全然試運転できてなかったんで。なるほど。よかった、問題なかった。はい、ありがとうございます。はい。仮につけて。はい、一旦仮付けで、はい。入れます。オン。そうか。連続か。ここまででした。着やったら全然気にならんぐらいですね。ここまで全然ここは聞こえないですね。オッケー。よかったです。なるほど。ありがとうございます。
またそうですね、天井ついたりだとか壁が新たにできてからそうですね。もうちょっと再度飛んでからまた。はいお願いします。すいません、とりあえずありがとうございます。まあ先ほどね、電気屋さんが来て、配線工事してくださいました。で、僕は僕でね、ここ柱一本新たに立てることができましたと。まあ廊下の手すりね、ここから向こうにかけて作る必要があるんですね。で、以前、ここに、こう手すり用のね、親柱を、大工さんにね、立ててもらってたんですけど、よくよく考えたらですね、これね、高さがですね、結構低いんですよね。おそらくですね、手すりのかさぎが、ここら辺につくと思うんですよ。これね、僕の股ぐらいの高さなんですよ。かなり手すりが低くて怖いなっていうのが正直なところなんで、せっかく大工さんに立ててもらったものの、ちょっと入れ替えなあかんわ。せめて、この、そうね、お腹とかお腹上ぐらいまでは来な不安ですよね。ちょっとこれは一回大工さんと要相談ですね。ってことなんで、今回、ここからここの手すりはまだつけないでおきます。今回は、ここと、ここ。この2箇所の手すりをね、つけたいと思います。で、あとね、ここに関しては、むしろ今は開けとった方が材木運搬しやすいっていうそういうメリットもあるんで、はい。ちょっと一旦ここ開けときます。この柱の塗装は、他のね、梁とかを塗装した、ワロマンチャンネルおなじみのオスモですね。このね、黒いのがね、バシーと締まっていい感じなんですよ。うん。いいね。でね、このオスもね、ほんまはね、こんなべっとり塗るんじゃないんですよね。でももう他がね、この塗り方しちゃったんで、統一感持たすため、今までの塗り方でやっていきます。OK でしょう。よっしょ。OK。うん、だいたい乾いたな。ほんなら、最後、端っこのカフェ棚の始末やってまおうか。いいね。難儀なのは、カフェ板と柱の間にね、約1センチぐらいかな。溝があるんですよ。ここね、ここ、ちょこっとあるでしょ。ここも、これ、ちょこっとあるんですよ。よし。いや、これかな。よっしゃ。完璧。めっちゃ綺麗に入った。ギチギチ。隙間あらへん。綺麗。よしよしよし。芸術的な仕上がり。はははは。
オッケー。ほんならここから手すり作っていきますか。今回ここで作る手すりは、以前ね、向こうの趣味部屋の時に作ったあそこの手すり。あれとね、同様のものをね、作りたいと思います。まあこんな感じでごくごくシンプルなデザインで、間の間柱にね、こういったね、丸柱を使ってるのがまあ特徴ですね。よいしょ。ほんならまずは、まあ傘木と加減剤ですね。の加工からやっていこうか。よっしゃ。こっから、まあ、柱の丸柱を立てていくということやけど、ここのね、墨付け、これが一番大事なんよ。まあ、間丸柱は7本立てるつもりです。それで、まあ、均等になるようにね、ピッチを割り振ってます。めっちゃいいやん。オッケーオッケー。よっしゃ。ドリルで穴開けていこう。このね、ファイ32のドリルで穴開けていきます。オッケー。来た。よいしょと。よいしょ。結構ね、穴がギチギチなんで。オッケー。下の方には入りましたと。問題はここから、これをね、上からサンドイッチせなあかんねんけど、それがむずいんですよ。ちょっとね、壁を利用したいと思います。一旦これを、乗せると。はい。乗せて、これに押し当てると。それで、これをだな。穴の位置を合わせて、はい。こっち、はい。よいしょ。
よいしょ。いいよいいよいいよ。いってるよ。入ってる入ってる。お、いいよ。よしよしよし。全部入った。オッケー。一回ちょっと立ててみよう。よいしょ。念のため水平確認してみよう。はい、水平です。来た。来た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 。オッケー。ちょっともう暗くなっちゃったけど、もう今日のうちに塗装しとこうか。はい。で、2の塗装はね、もううちではおなじみのこれ。シラベコール、ウォルナット。でね、この丸柱の塗装は、この刷毛やと難しいんで、このね、スポンジ使います。染み込ませて、こうね、すり込んでいくようなイメージ。あ、よいしょ。オッケー。はあ。オッケー、乾いてるね。よし、こんなの取り付けていこうか。Stroll downtown this evening when I heard music echo through the night. The same old songs that I heard the night before. So I started running so I wouldn't be too late. I didn't think that I would ever see your face again, but I was wrong. Yeah, I was wrong. Was pumping to the beat that was blasting through. あんまりめっちゃ綺麗に掘れたわけではないけどまあ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 いいでしょう。20枚パパ入ってくれよ。あ、綺麗だった。おー、よかった。おー、いいね、やっぱり。あ、いいわ、いいわ。いい高さよ。オッケー、オッケー。
よっしゃ。ほんならね、ここの手すりに関しては、こっち端ですね。向こうみたいに柱に差し込んでるわけじゃないんで、こう止めるとこがないんですね。なんですけど、ここに関しては、こっちの寝室、入り口のですね、壁を作る際に、ここね、壁ちょっとね、こうまだ吹かす必要があるんですよ。だからここにはね、こう壁がつくんですけど、この手すりの端っこは、そのね、壁の中に収まる形。要は壁の中からこうニョキッと手すりが生えてるような形にしようと思います。なので、ここは後々壁の中に隠れるんで、もうビスも隠す必要ないですね。よし。OK。よし。いいね。めっちゃちょうどいい高さやん。安心感あるわ、これは。いやー、めっちゃいいわ。はい、ということで無事、廊下に手すりがつきました。いいね。やっぱり僕はこのデザイン好きですね。めっちゃいい。以前向こうの修部屋で作った手すりとね、今回全く同じデザインにしたんで、統一感があってすごいいい感じですね。あれ？待って。やってしまったかも。今気づいたけど、向こうの手すりと色ちゃうねんけど。向こうの手すりはワルナットじゃなくてバリサンダーで塗ってたわ、そういえば。待って、何を思ってこっちワルナットにしたんやろ。やば。こうやって見たら全然色ちゃう。これがウォルナットね。こっちが以前塗ったバリサンダー。いや、これカメラ越しでは伝わりにくいかもしれんけど、明らかにね、肉眼やとね、色ちゃうんですよ。こんな初歩的なミスある？思い込みって怖っ。今回は時間がないんで、また動画外でこの上からバリサンダー塗り直したいと思います。やばいかな、この上から塗ったら。濃くなりすぎるかな。色は違えど、やっぱりデザインいいですね。で、僕個人的に気に入ってるのが、このね、廊下の手すりと、向こうのね、趣味部屋の手すりは、間の間柱がね、丸柱なんですけど、こっちのね、階段はですね、間の間柱が全部角柱なんですよ。このね、二つの、スタイルの違いを味わえるっていうのもね、なかなかいいなと思ってます。最後の最後にまさかのね、塗装ミスが発覚したんですけど、何やともあれ手すり自体をね、取り付けることができてよかったです。はい、こんな感じでね、今回の動画は以上になります。今年はですね、この2階の完成に向けて、引き続き、増作頑張っていくんで応援していただけると嬉しいです。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。こんなミスある？